ねたん、今日の井上馨で正直よく知らないのだ。明治時代の偉い人くらいのイメージしかないのだ。ふふふ、良いところに目をつけたわね。彼はお金に強いだけじゃないの。若い頃は過激な上位派の侍で、そこから日本の未来をデザインする近代国家の設計者になった激動の人生を送った人なのよ。過激な侍が国のデザイナーに？全然イメージが結びつかないのだ。でしょう。今日は井上馨がどうやってやんちゃな侍から近代日本の父の一人と呼ばれるまでになったのか、その生涯を見ていきましょう。炎上上等、過激な上位志士、爆誕。どれくらい過激な侍だったのだ？井上馨は長州藩の武士の家に生まれたの。幕末の長州藩は上位の考えがすごく強いところで、彼もその影響を強く受けたのよ。やっぱり熱い男だったのだ。熱いなんてレベルじゃないわ。彼の過激さを象徴するのが英国公使館焼き討ち事件。高杉晋作や伊藤博文たちと完成したばかりのイギリス公使館に火を放って全焼させたの。いえ、今で言うてろなのだ。とんでもない炎上系侍だったのだ。まさにそうね。でもそんな彼の考えを180度変える出来事が起こるのよ。人生大楽天、イギリスで見た新しい世界。考えを変えた出来事って何なのだ？藩の命令でイギリスへ秘密裏に留学したことよ。長州5の一人としてね。上位を叫んでいた本人が敵国イギリスに行くことになったの。面白すぎるのだ。イギリスで彼は度肝を抜かれるわ。ロンドンの蒸気機関車、工場の煙、圧倒的な軍事力、日本の何十年も先を行く文明を目の当たりにして、こんな国と戦争なんて絶対に無理だと痛感したの。自分の目で見て上位は不可能だと気づいたのだ。その通り。ここから井上は外国の進んだ技術を学んで日本を強くする開国派へと劇的に変身を遂げるの。この留学が後の近代国家の設計者としての原点になったのよ。日本の財布を握る明治政府の財政家。日本に帰ってきてからはどうなったのだ？明治政府ができると井上は財政分野で才能を発揮するわ。大蔵省のトップとして新しい税の仕組みや近代的な予算制度を導入し、明治政府の財政の基礎を固めたの。国のお財布を管理する人になったのだ。そうなの。財閥の三井と近かったから三井の番頭さんと揶揄されることもあったけど、それだけ経済界に顔が利く実力者だったってことね。ダンスで外交、物議を醸した鹿鳴館。お金の次は外交。変わった方法って何なのだ？当時日本は不平等条約に苦しめられていたの。外務大臣になった井上は条約改正のために欧化政策を打ち出した。日本の生活や文化をヨーロッパ風にして日本は文明国ですよとアピールしようとしたの。なるほど。外国に認めてもらおうとしたのだ。その象徴が鹿鳴館よ。外国の VIP を招いて毎晩のように舞踏会を開き、親密になることで外交を有利に進めようと考えたの。ダンスで国を動かそうとしたのだ。でもこのやり方は日本の伝統を軽視していると国内から猛批判を浴びてしまった。結局条約改正もうまくいかず、井上は大臣を辞任することになったのよ。まとめ。良かれと思ってやったことが裏目に出ちゃったのだ。でも彼の挑戦は無駄じゃなかった。井上馨の生涯は日本の近代化そのものだったと言えるわ。過激な上位論者から始まり、世界の広さを知って開国派に転向し、国の財政を立て直し、不器用ながらも世界と対等に渡り合おうと奮闘したの。失敗もあったけど全部日本の未来のためだったのだ。すごく人間臭くてかっこいい人なのだ。そうね。その根底には常に日本を強く豊かな国にしたいという熱い思いがあった。井上馨は間違いなく近代日本の礎を築いた偉大な設計者の一人なのよ。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。